ただおば Vlog。皆さんこんにちは、ただおばです。今回ただおばがお邪魔したのは銀座にあるホテルミュッセ銀座名鉄さんの朝食ビュッフェとしても有名な銀座朝食ラボさん。こちら2021年の7月オープン以来、頻繁にテレビで紹介されたり SNS でも定期的にバズったりと人気で話題のビュッフェスタイルレストラン。こちらはホテル宿泊者の朝食としてはもちろん一般の方も利用できます。そして朝食ラボというものの7時から11時までが朝食タイムで、11時15分からがランチタイムになります。とにかく驚きなのが価格。銀座で食べ放題のランチビュッフェが平日なら2700円、しかも50分コースにするとさらにお得な2500円。正直銀座でランチしようと思ったらシンプルなパスタセットでもだいたい2000円前後しますからね。それが食べ放題で3000円以内は最初信じられなかったです。でも味はどうなの？きっと今そう思っている方も多いはず。ただおばもその辺含め興味津々で伺いました。ちなみにこちらのホテルミュッセさんのお部屋もね、ホームページを拝見したところめちゃくちゃ素敵でした。泊まってみたいなと思いましたが、なかなかのお値段でしたので、ただは写真を見て夢見るだけにしときます。はい。レストランは2階です。エレベーターでも行けますが、こちらの階段からも上がることができます。店内はまだ新しい感じがして、とてもおしゃれで綺麗でした。ただそんなに広くはないですし、座席にも限りがあるようなので、現在の人気だとあっという間に予約がいっぱいになる日もあるようなので、行きたいと思った方はぜひ早めに予約してくださいね。では早速9月に伺った時のメニューについて行ってみよう。始まりました、ただばのビュッフェ実況。少しカンペあり一本勝負。映像であまり確認できなかったので、今回はお料理名のカンペお許しください。開幕は豚コンフィとパンプキンのミルフィーユ、ニラのジェノベーゼ風ソース。早い。お次は彩りほうれん草とパプリカの香ばしいごま和え。ナスの天ぷらのピリ辛肉味噌添え。これ食べ漏れたな。ナス大好きなのにショック。ふわふわ卵の一口サンド。これが好きで注目しすぎてナス漏れたんだな。一段下がって、黄色い、これなんだ。からしレンコン風のレンコンフリット？難しいこと言うな。そんで、淡路玉ねぎのさつま揚げと大根のうま煮。ご覧の通り朝食ラボさん、基本的にこのような小鉢になっています。サラダは自分で取るスタイルね。取ってるのは誰なんだ？はい、今回は久しぶりに姉とのお出かけでした。いつも言いますが、ただは極度のシスコンなので、もう姉と一緒にいて、姉を見てるだけで幸せです。怖いでしょ？そんな姉が今、キュウリを取るのに苦戦しております。朝食ラボさんのコンセプトは、職人の技が光るこだわり小鉢ビュッフェとのことで、お料理全部一から手作りです。出来合いのものは一切ありません。なのにあの価格。これは相当すごいことですよ。だってね、有名なホテルビュッフェでもね、結構何品かは出来合いを使ってることありますからね。朝からたくさんの種類のお料理を丁寧に作るのは本当に大変な努力だと思います。ドレッシングは3種類。和風、ごま、わさび。あとお塩や粉チーズもありました。わさびいくよね。以上が最初のブロックで、まだまだ続きます。こちらは右が鶏肉メダイオン仕立て赤ワインソースで、左が白身魚のグリル自家製グリビッシュソース。もうね、RPG の魔法の名前くらい難しくなってきた。はい、ただおば大好き炭水化物きました。殻付きあさりのウニのバターパスタ。右がさつまいものドフィノワーズ。左がヒローズのキノコあん。で、食べ物の中で一番かっこいい名前だと思いません？飛ぶ竜の頭でヒローズですよ。ただおばくらい中二病の人がつけたんかな。そして日替わりフライ。この日はチキンリングと広島産牡蠣のクリームコロッケ。最近揚げ物を控える生活をしていたので、揚げたては心に染みました。美味しかったな。スルッと言っちゃったけど、オータムサーモンとエビのラザニアね。そして神戸牛とバレーショのすき焼き風。この辺でもびっくりだよね。信じられないただおばが蓋を開けたのは
まさかの故郷の味との遭遇。A5仙台牛のビーフシチュー。感動しちゃう。こちらはね、夜になると変わる銀座和牛ラボさんとのコラボなんですって。じゃあ開けてもらいます。朝食ラボさんでは月替わりの炊き込みご飯があるんです。なんて素敵なの。炊き込みご飯に目がないただは毎月行きたいと思ったよね。そして9月は秋栗のほっこりお赤飯でした。最高。ただでさえ手のかかる栗ご飯にとどまらず、お赤飯バージョンですよ。ただおばはね、お料理は結構作る方ですが、それでも栗ご飯とお赤飯は手間が多すぎてなかなか作らないよね。っていうか、栗ご飯は作ったことないね。それを分かってるからこそ食べられる機会があると感謝の気持ちでいっぱいになるんですよね。ありがとうございます。そのお隣は汁物系ありました。旬のきのこがいろいろ入ったスープ。湯気やらなんやらであまり見えなくてごめんなさい。その隣には自家製だしの味噌汁。シンプルだけどやっぱり自家製のお出汁が美味しいのよ。そしてただおばはこれを目当てに来たと言っても過言ではない。たまらん卵で作る TKG。割ります。はい、で、鰹節を、で、ちょっとそうしば漬けをちょっとだけ乗っけたりして、はい、そして、私はじゃああごだし醤油をかけようかね。くるっとだね。はい。美しい。そして個人的には50年生きてきて一番美味しい TKG でした。数少ないただおば Vlog ファンの皆さんに問います。ただおばが異常に好きなものといえば、はい、ヤムチャ、せんべい、炭水化物、しゃぶしゃぶですね。TKG と並んでこちらも大本命ライブキッチンの黄金だししゃぶしゃぶです。言わずもがなですがとっても美味しかったです。何回も3000円以下のビュッフェよねってつぶやきましたよ。ほんと。そしてデザートコーナー、シリアルにフレンチトースト。このフレンチトーストも楽しみにしてきました。ヨーグルトもあって、その横はフレンチトースト用の自家製クリームチーズホイップ。奥にはフルーツジュレの土鍋杏仁豆腐。季節のフルーツはライチとオレンジでした。あれ？結構目玉なやつ忘れた？時を戻そう。これ自分で作れるパリパリもなか。額に入ってるぐらいだから一押しなのよきっと。しかし、ただの家ね、揃って粒あんが苦手なものでスルーしてしまいました。ごめんなさい。こちらも人気なので、粒あんを好きな方は見落とさずにぜひ召し上がってください。右の端の方にありましたよ。デザート最後は山形県産ラフランスプリン。ゼリーに近いのかと思いきや、結構ミルク感も感じるしっかりプリンでした。ラフランスだってね、高級果物ですからね。デザートの横にひっそりとパンもありました。余力がなくて食べれませんでしたが、国産小麦使用天然酵母パンでした。TKG と栗ご飯がなきゃただおは絶対君たちのこと食べてたよ。飲み物はね、アルコールと炭酸飲料系を除いたソフトドリンク各種が金額に込みでフリーでいただけます。ジュースはね、嬉しくなっちゃう蛇口からジュース缶のサーバーね。お茶、コーヒーはホットもアイスも一通りありましたので本当に十分ですね。以上が銀座朝食ラボさんのビュッフェ実況でした。ただおば。Maybe I'm weak, but it took half a year to get over you, over you. Or maybe I'm good at pretending that I moved on. I
bring it up. Yeah, maybe I'm weak, but it's taking too long to get over you. I'm not ready to meet you again unless this time. いただきます。どうぞ。栗ご飯とんと栗ご飯。なかなか自分さね、お赤飯だよ、しかもね。すごいよね。でしょうか。よかった。これは良かったです。ご覧いただいた通り、銀座朝食ラボさんのお料理は噂にたがわぬ充実ぶりで、しかも美味しく、心も体も喜ぶような内容。この9マスのトレイに思い思いのお料理を並べるだけで、誰が作っても素敵に映えちゃうのも嬉しいです。味が混ざったりしないのもいいよね。ただおばのスペシャルお気に入りは TKG 秋栗のほっこりお赤飯、黄金だししゃぶしゃぶ、ヒローズのきのこあんの4つです。最後にデザートもしっかりいただきました。で、なんか違うの映ってたでしょ。だってどうしてもしゃぶしゃぶだけはおかわりしたかったの。このお出汁最高でした。そんなわけで大好きな姉と一緒に銀座朝食ラボさんのランチを堪能したただおばでした。今回の動画はこれでおしまいです。いかがでしたか？念願の銀座朝食ラボさんに伺い、そして期待を裏切らない美味しさと素敵さとお値段に、ただおばの頭の中ではすでに次はいつ行こうかななんて考えてしまっております。次は撮影なしでじっくりゆっくり食べたいな。この動画をご視聴いただき、銀座朝食ラボさんに行ってみたいなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタン、そして誰でも週に3回タップできるハイプでの応援もよろしくお願いいたします。年内登録者数5000人を目指しておりますので、どうか一つお願いいたします。新橋駅まで信号待ちとかも含めておしゃべりしながら歩きだと10分くらいかかりました。この日は忠夫さんはお仕事でしたので、姉がトリュフベーカリーでお土産にパンを買ってくれました。もちろんトリュフパンが有名ですが、一緒に買った生ドーナツの美味しさに感動しました。ちょっとね、忠夫の中で今生ドーナツが激アツです。そして知ってる？あの行列店金子半之助の天丼が東京駅で並ばずに買えるのよ。忠夫さんの夕飯になりました。